こちらはシ頭の盆栽ですね。もう結構日本国内にはもう少なくなってるっていうことですよね。種木がね、あまりないんですよ。で、これを取り木をして盆栽にできたらものすごく価値のあるもんだと思いますし、小さい獅子頭っていうのは次にあまりないですから、これを育てると面白いですよ。でこの白い線のところに取り木で針金でかけるんですか？針金じゃなくてね、これはなんていうんだろう、ビニールの、ファイルがありますね。ファイル、ファイルを丸く切って、でこの白いところにノコギリの刃を一回りさせて、そこへ埋め込むんですね。そうするとそこから根が出て、でそのファイルに沿って外に出ていく、そういう方法の取り木の仕方でやろうかなと思ってるんです。取り木を実施してどれぐらい経過すると発根されるんですか？半年ぐらいかな。じゃあ今ぐらいからもうこの白い線をやって取り木をかける準備をしてるっていうことなんですね。そうです。で来年の春、2月とか3月に取り木をかけるわけですよ。で取れるのが6月から9月の間ぐらいに取れます。ただまだそこまで行ってないものもあるので、この中から選んで、ある程度の樹角に達しているものだけ取り木をかけるつもりです。そういうのもあるんですね。やっぱ形がもうなってるなっていったものに取り木をかけていくっていうことなんですね。これは何ですか？獅子頭。はい。こんな感じになるの。取り木を外して2年目。1年目で本鉢に入れたりなんかしないで、2年ぐらいダ鉢で作ると根がしっかりしてきて、植え替えなんかも楽になる。ただ取り木かけて、1年目ぐらいで植え替え、そのあくる年にね、取り木かけたあくる年に植え替えすると根がね、まだ骨ができてないもんで、枯れたりなんかするんですよ。だからこれ2年目でしょ。だから来年植え替えるとして3年目に入ったところで植え替えすれば植え替えもちゃんとできる。で枝もほら細くなるし。そうですね。細いですね。ずいぶん取ってんだけど、これはお客さんに作ってくれって言われたから置いてあるだけで、みんなこういうの取れたばっかりで売れちゃうから、俺の手元には何もない。結構あれですか、矢島さんのところはこういうものを作ってほしいっていうふうに依頼を受けたら、じゃあなるべく預かり料は取るけど、まあ作れない人は作ってやって喜んでもらう。これは獅子頭。獅子頭でここで下は山もみじなの。これは山もみじなの。でここに獅子頭をついてあるわけ。すごいですね。それで来年、ここで取り木をかけようかなと思って。そうするとほらもうすぐできちゃうし、根が山もみじだから、すぐ植え替えもできるし。山もみじは結構根が丈夫なんですか？根も丈夫だし木も丈夫ですからね。獅子頭がどうしてこんな人気があるのかなと思うのが、霜に当てるとね、ものすごく真っ赤になるんですよ。紅葉が綺麗なんですね。だから外を置いておくともっと綺麗になる。